皆様こんにちは、セリナです。今回は1月16日リニューアルコスメデコルテルースパウダーを全色レビューしていきます。デポコスのルースパウダーの中でも特に人気のコスメデコルテのフェイスパウダーがリニューアルということで、発売前からかなり注目度が高かったアイテムですよね。今回のリニューアルで保湿感9色のパウダーが登場したとのことなので、リニューアル前後での違いについてはもちろん、9色それぞれのパフ塗りとブラシ塗りの違いについてや自然光での見え方についてもご紹介していきますので、少しでも質感やカラー選びの参考になれば嬉しいです。またこちらのチャンネルでは他にも2024年春コスメのご紹介や人気のファンデーション比較やアイシャドウの全色レビュー、そしてサブチャンネルではコスメ収納の動画などもアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。今回ご紹介していくのはこちら、コスメデコルテルースパウダー。光の調合で肌は澄んでいく、ふわり溶け込む保湿感の光フェイスパウダー。それは色を混ぜて肌をカバーするのではなく、光は混ぜるほどに輝きを増して透き通る光の調合に着想を得た独自のテクノロジー。光の反射や透過、散乱までも自由に操って、ふわりと光のベールをまとわせる。滑らせた瞬間、どんな肌トーンにも溶け込むように馴染んで、素肌そのものが美しくなったような透明感があふれ出す。多くのお客様から愛され続けてきたコスメデコルテのフェイスパウダーは進化を遂げ、完璧なまでの素肌美をもたらす光フェイスパウダーへ。パワーアップした新ルースパウダーは、しっとりと潤う上質なツヤから透明感あふれるマットまで、光の調合が織りなす5つの質感。様々な肌トーン、肌質の方にも完璧なまでの素肌美を叶えます。それではまずはリニューアル前とリニューアル後の違いについてから比較していきたいと思います。まずパッケージのデザインの違いはこんな感じで、容器もリニューアル後の方が少しだけ大きくなっています。ただ内容量は同じ 20g ですが、4色タイプの101だけ 16g と少し少なめです。今回はリニューアル前、リニューアル後、それぞれツヤ仕上がりでノーカラーの00で比較してみます。まずはこちら側にリニューアル前のタイプを塗ってみます。パウダー自体もしっとりとしていて肌なじみが良く、パフ塗りをしてもこんな感じで粉っぽくならずにツヤが出るところが人気でしたよね。続いてリニューアル後のタイプです。リニューアル後は手元で見た時も感じましたが、さらに粉っぽさがなくなって肌にスッと溶け込んでいく感じがします。パフもヒアルロン酸配合ということで、より柔らかい肌当たりになって使いやすいです。はい、ノーカラーのツヤタイプの00番、リニューアル前とリニューアル後をそれぞれ付属のパフにしっかりと取って塗ってみると、こんな感じの違いでした。どちらもパフを使ってたっぷりと塗っても粉っぽくならず自然なツヤが出るというところは同じですが、こうして比較してみるとリニューアル前の方が少しカバー力も感じられて、自然に肌トーンがアップしている印象なのに対して、リニューアル後は粉感を全く感じさせないような、より肌へ自然に溶け込む感じがパワーアップしたなと思います。近くで見てもこんな感じで、リニューアル前も粉っぽくならずとても綺麗でしたが、リニューアル後はさらに自然に透け感が残っている感じがして、肌に厚みは出さないのに毛穴をぼかしてふんわりと肌補正してくれている感じがします。そして肌表面の触り心地にも結構違いがあって、どちらもしっとりとしつつ肌表面をサラサラに仕上げてくれていますが、リニューアル後の方がよりサラサラとしている感じがします。パフ塗りをしても粉っぽくならずにツヤ肌に仕上がるという良さはそのままに、さらに肌への溶け込み感がアップして粉感を全く感じさせない仕上がりになって、サラサラ感もアップしたというとても優秀なリニューアルだったんじゃないかなと思います。アップで比較するとこんな感じです。はい、外の自然光で撮影しています。
自然光で見てもどちらも粉っぽくなく自然なツヤがとても綺麗ですが、よりリニューアル後の軽やかで透明感が出ている感じが分かりやすいと思います。自然光で見るとパウダーが光に反射して肌全体に微細なラメが乗っているようにも見えますが、毛穴が悪め出してしまうという感じはしないです。そして香りについてはどちらもフローラル系のスキンケアのような香りが少し強めにするので、あまり大きな変化は感じませんが、リニューアル後の方が少しハーブっぽいスッキリさが加わった感じがするので、香りが苦手という方もリニューアル後の方が少し使いやすくなったんじゃないかなと思います。ではここからはリニューアル後の9色をそれぞれパフ塗りとブラシ塗りで仕上げてみて、仕上がりの違いや自然光での見え方をご紹介していきたいと思います。まずはツヤタイプの00番トランスルーセントです。こちら側は先ほどパフ塗りをしたので、反対側にフェイスブラシを使って塗っていきます。まずブラシで置くようにのせた後、くるくると軽く磨いていきます。やはりブラシで磨くようにのせていくと、よりツヤが綺麗に出る感じがします。はい、ツヤタイプの00番、こちら側はパフ塗り、反対側はブラシ塗りで仕上げています。まずこのくらいの距離で見ると、やはりブラシで磨くようにのせた方が全体的にしっかりとツヤが出ている感じが分かりやすいと思います。ただ近くで見るとこんな感じで、ブラシ塗りをした方がより肌に透け感が残るような印象なのに対して、パフ塗りをした方は粉っぽさもなく厚みも出ていないですが、自然に毛穴をカバーしてくれている感じがするので、よりツヤをしっかりと出したいという方はブラシ塗りがおすすめ。自然ながらも毛穴をふんわりと補正したいという方はパフ塗りがおすすめだなと感じます。粉質も軽くてサラサラとしているので、ブラシで磨くようにのせても下に塗っているファンデーションがよれてしまうということもなく使いやすかったです。パフ塗りとブラシ塗りそれぞれアップで比較するとこんな感じの違いです。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見るとよりパフ塗りとブラシ塗りのツヤの違いが分かりやすいと思います。続いてはこちら、イルミネートツヤタイプの01番です。まずはこちら側にパフ塗りをしてみます。こちらの01番は今回発売された9種類の中で一番ツヤがしっかりと出るタイプだそうです。00と同様粉感がなくかなり自然ですが、パール入りなのでしっかりとしたツヤを感じることができます。続いてブラシ塗りです。ブラシで塗るとよりこちらのパールのツヤがしっかりと効いてきます。ただこちらもとてもさらりとしている粉質なので、こんな感じで磨いていっても下に塗っているファンデーションがよれずにツヤだけが増していく感じがします。はい、イルミネートツヤタイプの01番、それぞれパフ塗りとブラシ塗りで仕上げてみました。肌全体にパール質感が乗るので、先ほどの00よりもよりしっかりとツヤを楽しむことができました。近くで見てもこんな感じで、パフ塗りをした方もしっかりとツヤが出ていますが、やはりパフ塗りの方がベースのパウダーで毛穴をしっかりとカバーしつつパールでツヤを出しているイメージ。ブラシ塗りをすると透け感が残ってパールのツヤだけが乗るような印象に仕上がります。パールがかなりしっかりと効いているタイプのパウダーですが、ベースにサラサラとしたパウダーが入っているおかげで毛穴が悪目立ちしてしまうことなくパールを楽しめるような質感がとても使いやすいなと思います。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見るとより全体にパールによるツヤが効いているのが分かりやすいと思います。ハイライトなしでもしっかりとしたツヤを感じるようなツヤ肌に仕上げたいという方に特におすすめのカラーだと思います。続いて02、03、04のセミツヤタイプです。こちらの4色は全て同じ質感のカラー違いとなっていますが、その中でもパールあり、パールなしなど少しずつ質感が違うようです。まずはシアーなラベンダートーンの02からご紹介していきます。こちらは先ほどご紹介した01や00と比較すると、確かにツヤは抑えめで毛穴をしっかりとカバーしてくれる感じがします。続いてブラシ塗りです。
ブラシ塗りをしてもやはりツヤが乗るというよりは、陶器のような滑らかでつるんとした毛穴レスな肌に仕上がる感じがします。はい、セミツヤ質感の02はそれぞれこんな感じでした。パフ塗りをするとよりこちらのパウダーの毛穴レスなカバー感がわかりやすいと思います。穏やかなツヤで陶器のような滑らかな肌に仕上げたいという方におすすめです。反対側のブラシ塗りでもツヤが増すというよりは滑らかさが増してより立体感を感じられるような仕上がりになりました。そして首から浮いてしまう感じはしませんが、手元で見た時よりも肌の上にのせた方がシアンなラベンダートーンがしっかりと効いている感じがして、ふんわりと自然にトーンアップして透明感あふれる肌を演出してくれます。セミツヤタイプのこの毛穴レスな質感、とても綺麗ですね。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見ると、ふんわりとしたマットベースで毛穴レスに仕上げた上に、ラベンダートーンのラメが肌全体にキラキラと輝いています。このラメの効果で自然なツヤも与えてくれているんじゃないかなと思います。続いて、パール入りの03です。セミツヤ質感の中でもパール入りとのことで、どんな感じの仕上がりかとても気になっています。02と同様、毛穴レスな肌に仕上げてくれるベースの上に、室内光で見ても微細なパールの輝きを感じられます。ブラシ塗りをすると、よりパールをしっかりと感じることができます。はい、セミツヤ質感の03はこんな感じでした。先ほどご紹介した同じセミツヤタイプの02と同様、近くで見てもふんわりとした毛穴レス肌に仕上げてくれますが、やはりこちらの03の方がパール入りというだけあって、室内光で見ても肌全体に微細なパールが散りばめられている感じがわかりやすいです。特にブラシ塗りをした方は毛穴レスに整えつつ、程よくツヤによる立体感も感じられるような滑らかさがあって、とても綺麗だなと思います。かなり自然ですが、血色感をもたらすピンクトーンがつくのも、より立体感を際立たせるポイントかなと感じます。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見ると、ピンクの他にもゴールド系のパールも感じることができます。続いて04番です。こちらはクリアアイボリーのカラーということで、肌なじみはいいですが、自然に肌トーンをアップさせてくれる感じもします。室内光で見ると、パールのツヤはあまり感じられないです。ブラシ塗りをすると、クリアなパールがキラキラと輝きます。はい、04番はそれぞれこんな感じでした。近くで見ると顔を動かした時にキラッとクリアなパールが光る感じはしますが、02番と同じくらいパール感は控えめで、しっかりと毛穴を補正してくれています。たっぷりと塗っても白塗り感は出ませんが、自然に肌トーンをアップさせてくれている感じがするので、カラー補正タイプではないけれど自然なトーンアップ感が欲しいという方に特におすすめだと思います。はい、外の自然光で撮影しています。やはり自然光で見ると室内光で見ていた時よりも全体的にパールが乗っている感じはわかりますが、カラータイプではなくクリアなパール感なので、他のセミツヤタイプよりもパールは目立ちにくい印象です。続いてセミツヤ質感最後のカラー05番です。こちらは今回発売された9つの中で一番しっかりベースのカラーがつきそうに感じますが、肌の上にのせるとこんな感じで、意外とベースのカラーは肌にスッと馴染んでくれて、ナチュラルなトーンに仕上げてくれます。続いてブラシ塗りです。ブラシ塗りをするとより透け感が出ます。はい、05番はそれぞれこんな感じでした。やはりパフ塗りをした方がベースのカラーをしっかりと感じることができましたが、だいたいいつも標準色くらいのファンデーションを使っている私の肌だと、程よく肌にメリハリをつけてくれて、立体的なヘルシー肌に仕上げてくれるようなニュアンスで、とても綺麗だなと思いました。そして05番は、他のセミツヤタイプと比較をしても、パールがかなりナチュラルだったので、パール感は抑えめで、
粉質とカラーのニュアンスで立体的な肌に見せたいという方にとてもおすすめなんじゃないかなと思います。もともとの肌の色が明るめの方には少しトーンダウンしてしまうかなという感じはしますが、ブロンザーやシェーディングなしでフェイスパウダーのみで立体的な肌に仕上げたいという方にはかなりおすすめです。この絶妙なニュアンス、ものすごく綺麗だなと思います。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見てもベースのカラーはとてもよく馴染んでいますよね。室内光で見ている時よりも全体的にパールが乗っている感じがわかります。続いてはシースルーマットタイプの2色をご紹介していきます。まずはニュートラルベージュトーンの06番です。肌が透けるような透明感のある柔らかマットタイプということで、どんな感じの質感なのかとても気になっていましたが、先ほどご紹介したセミツヤ質感のパール感をなくした感じで毛穴レスに仕上がってとても綺麗です。ブラシ塗りをしてもこんな感じでふんわりと軽く粉っぽさを感じさせない毛穴レス肌に仕上げてくれます。はい、シースルーマットタイプの06番はそれぞれこんな感じでした。マットタイプもパフを使ってしっかりと塗っても粉っぽくなってしまうことがなく、しっかりと毛穴や凹凸を埋めてフラットな肌に見せてくれます。そして近くで見るとより分かりやすいですが、パフ塗りをした方がふんわりと柔らかな毛穴レス肌に仕上がって、ブラシ塗りをするとこのシースルーマットの絶妙な透け感や透明感をより感じられるような滑らかなセミマット肌に仕上がりました。パフ塗りとブラシ塗りどちらもとても綺麗ですが、ツールによって違った印象を楽しめるというところもとてもいいなと思いました。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見てもどちらも毛穴レスな肌に仕上がっていてとても綺麗ですが、パフ塗りのふんわり感とブラシ塗りの透明感の違いが分かりやすいと思います。続いてシースルーマットタイプ2色目、ノーカラーの07番です。粉質自体は06と同じ毛穴レスに仕上げてくれる軽やかなマットですが、こちらは透明感がぐんとアップする感じがします。ブラシ塗りをするとパウダーが磨かれて陶器のような滑らかさを感じます。はい、07番はこんな感じでした。同じシースルーマットタイプの06番と質感は全く同じでしたが、こちらの07番は自然に肌に透明感をもたらしてくれるので、06番よりもより滑らかで陶器のような磨かれた肌印象を与えてくれます。首元と比較をしても白気はしませんが、自然に明るさをもたらしてくれているので、いろいろなシーンで活躍してくれそうです。ツヤタイプもとても綺麗でしたが、このシースルーマットタイプもかなり綺麗ですよね。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見てもふんわりとした毛穴レス感とこの絶妙な透明感がものすごく綺麗ですよね。それでは最後、今回発売された9色の中で一番人気となっているこちら、シルキーツヤの101をご紹介していきます。こちらは00番のツヤタイプと02から05のセミツヤタイプのちょうど中間のツヤ仕上がりとのことです。手元で見た時はベースのカラーもとてもナチュラルだと思いましたが、肌の上にのせてみるとブルーのカラーニュアンスが効いていて、自然に透明感をもたらしてくれます。ツヤは意外とナチュラルです。ブラシ塗りをすると頬の高い位置などに光を集めたようなツヤを感じることができます。とても絶妙な質感ですね。はい、シルキーツヤ質感の101はそれぞれこんな感じでした。ブランドサイトだとツヤタイプとセミツヤタイプのちょうど中間とのことでしたが、こちらは近くで見てもこんな感じでパールによるツヤは感じなくて、顔を動かした時に肌に光を集めたような自然なツヤを感じるようなタイプだったので、
かなり自然な質感な分、意外とツヤは抑えめだなという印象でした。4色のパウダーが絶妙なニュアンスをまとってくれるので、ふんわりとした柔らかさと透明感などを同時に叶えることができて、とても綺麗です。個人的にはブラシ塗りで仕上げた方が、この4色のカラーニュアンスや絶妙な光を集めた質感などを感じることができたなという印象です。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見てもパウダーが光に反射してパールっぽく見えるということもなく、かなり自然な質感ですが、やはりシースルーマットタイプとは違った絶妙な光ニュアンスを感じることができます。とても珍しい質感のパウダーなんじゃないかなと思います。最後に全色を比較してみるとこんな感じでした。9色とも肌に溶け込むような軽さで粉っぽさがなく、サラサラに仕上がるところは同じでしたが、一番しっかりとツヤを感じられたのは01番、続いて00番。こちらの2つは自然に毛穴も補正しながらもパールによる発光するようなツヤが前面に出ているような仕上がり。続いて02番から05番のセミツヤ質感はベースにマットのような粉質を感じて、しっかりと毛穴補正をした上にパールによるツヤを感じるような仕上がりでした。続いて101のシルキーツヤは肌の上でパールを感じることはなく、一見シースルーマットに近いような質感でしたが、顔を動かすたびに肌に滑らかな光をまとったような絶妙なツヤっぽさを感じることができました。シースルーマットの2色は自然光で見ても毛穴を全く感じさせないようなふんわりとした毛穴レス肌に仕上げてくれます。はい、ではこんな感じで1月16日リニューアルコスメデコルテのルースパウダーを全色ご紹介していきました。まずどの質感も自然に毛穴補正をしつつサラサラな肌に仕上げてくれるのに、粉塗りをしても粉感が全くなく、肌へ溶け込むような質感がものすごく綺麗だったなと思います。大注目の101やリニューアル前から人気カラーの00などのツヤ質感ももちろん綺麗でしたが、個人的にはシースルーマットタイプのふんわりとした毛穴レス肌に仕上げてくれるのに、重さがなく透明感が残る仕上がりもとても良かったなと思います。とても使いやすいアイテムでしたので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。